はい、皆さん、こんにちは。天野聡です。今回は年内最後のバランスアップデート。環境に大きな影響を与えることになりました。早速見ていきましょう。まずはプロフェッサー X。パワーが3から1に減少しました。今までが強すぎたとはいえ、これは弱いな。パワーが2でも強いという判断なんでしょうね。扱いがかなり難しくなりました。例えばミズ・マーベルやクローを採用するなどロックダウンしたロケーションにもパワーを送れるデッキであれば運用が簡単になります。ジェフも後から送り込むことができますが、ジェフは汎用性が高く様々なデッキに入っているので相手もジェフを使ってくる可能性があります。それを見越してプレイする必要があるので読み合いが難しくなりますね。相手にジェフを送り込まれても勝てるほど高パワーを出せるデッキでも採用が検討できます。グラディエイターやマキシマスなど低コスト高パワーのカードで序盤からロケーションを取り、そこをプロフェッサー X で攻めるといった形ですね。あとは新たにラボーナとのシナジーが増えたので、そこで活用する手もあります。プロフェッサー X は上級者が使うほど勝率が高いとどこかで見た気がするので、より上級者向けのカードになったなという印象ですね。かなり弱くなりましたが、それでもデッキに入れたいと思えるほど強い効果を持っています。腕に自信がある方は採用を検討してみてください。続いてはウェアルフ・バイ・ナイト。33から44に変更されました。主にロキやバウンス系のデッキに採用されており、これもまた低コスト高パワーとして活躍していました。動き回るのでシャンチーやシャドウキングで狙いにくく、かなり厄介なカードです。コストが4になったことにより単純にパワーを強化できるタイミングが減りましたね。ザブーとのシナジーは得られましたが、サーファーデッキで採用できなくなりました。3ターン目にプレイして4ターン目にロキなんてこともできなくなり、4ターン目にロキを使うと手札にあるウェアウルフが消えることになります。バウンスで使う場合も回収したい低コストカードをセットアップしてからビーストやファルコンで回収するという手順を取るので、4コストにただウェアウルフをプレイするような余裕はなかなか生まれません。もちろん手札によってはそれが正解になることもありますが、裏を返せばプレイする余裕がなければ手札で腐ることを意味します。4ターン目に1コストプラスウェアウルフで動けていたところがウェアウルフだけになってしまいますからね。ウェアウルフのパワーもバウンスの効率も大きく変わります。先ほどもお話しした通り、シャンチーやシャドウキングを避ける可能性があり、3コストにしては突出して強いカードだったので、最近の調整傾向を見る限りは4コストになるのが妥当だと思います。低コストにしてはパワーが高すぎるでおなじみのコレクターもまたまた弱体化する可能性がありますね。続いてはブラックウィドウ。21から33になりました。バウンスで回収して再利用したり、クローン培養タンクを使って連打したりと不快度が高かったために弱体化したそうです。メビウスの調整がそうだったように2コストから3コストに上がると採用価値が大きく落ちることになります。なぜならば3ターン目はデッキのコアになるようなカードやパワーが高いカードをプレイし始めるタイミングだからです。今まではダークホークデッキで使うとき、ホーグとロックスライドをつなぐ2コストとして役立ちましたが、3コストとなるとロックスライドやザブーを出していれば4コストを出すことができるので、ウィドウのプレイ優先度はかなり低いです。バウンスデッキでも使いづらくなりましたし、嫌がらせデッキの3コストはコスモやグリーンゴブリン、デブリーと被るので、ほとんど居場所がなくなりましたね。かなり弱くなったのでパワーが3まで上昇したというわけです。一応サーファーとのシナジーは増えたのでオプションの1枚として使えなくもないですが、今のところはどのデッキにも入れる気が起きません。もう少し強くしてほしい気持ちはありますが、ドローを防ぐ効果はかなり強力なので、これ以上パワーを高くするとほぼ全てのデッキに入る汎用カードの扱いになってしまいます。パワー3がギリギリのラインでしょうね。マーティル。パワーが4から5に上昇しました。パワーを上げれば上げるほど移動しづらくなり、単純に低コスト高パワーとして使えてしまうので、このカードの調整は本当に悩ましいところです。実際運営はリリース前に27で何度もテストしたところ、ほとんど移動しなかったために14で実装したという背景を持ちます。これが本当にギリギリのラインなんでしょうね。ただ最近はサノスや嫌がらせデッキに対抗するためにキルモンガーをよく見かけるようになったので、マーティルの出番はしばらく来ないでしょう。このカードはまだまだ改善の余地があると思います。そしてバイパー。23から34になりました。特に弱体化をする目的ではないものの、2ターン目ハボック、3ターン目バイパーや4ターン目のハボックプラスバイパーのコンボが問題視されて、試しにバイパーのコストを変えたとのことです。合わせて3ターン目にエボニーマグを送りつけることもできなくなりました。ブラックウィドウ同様に2から3コストの上昇はかなり手痛いですね。ザ・フットやボイドとシナジーがあるカードは少ないので、3コストになっても採用せざるを得ない部分があります。とはいえ代用が効かなくもないんですよね。
相手に送りつけるのはアニヒラスに任せてもいいですし、パワーがマイナスのカードを破壊する手もあります。もしくはバルキリーのような他のシナジーカードを採用するのもいいですね。その判断はプレイヤーの好みで分かれるところだと思います。ロナン、パワーが3から5に上昇しました。これでデビルダイナソーとの差別化ができましたね。合わせてマキシマスが37から26に変わったこともあり、かなり使いやすくはなっています。一応マキシマスやクリスタルを使って相手にドローさせればブロブのパワーを下げることができるので、運が絡みますがブロブへのメタとして使えなくもないです。とはいえウェーブから4ターン目にブロブを出すデッキも見かけるので、安定した運用は難しいですね。おそらくブロブは弱体化すると思うので、その後で活躍の場が来るかもしれません。一時期はロナンサーファーというデッキが試されたりもしていましたね。問題なのはロナンのパワーは相手に依存しているため、デッキ相性に大きく左右されるところにあります。補助パーツの枚数から見てもデビルダイナソーの方が圧倒的に使いやすいため、ロナンを補助する新カードを追加しない限りは使われることが少ないと思います。ただマキシマスはめちゃくちゃ強くなりましたね。2コスト対最強クラスのパワーを得ました。2コストの高パワーってどれも一癖あるカードばかりでちょっと使いづらかったので、今度からは迷わずマキシマスを採用しようと思っています。コスモの影響下で使えばデメリットなしのパワー6ですし、ゼロで効果を消す手もあります。今後の活躍が楽しみです。グラディエイター、パワーが7から8に上昇しました。マジで？グラディエイターって強化されるほど評価が低いんですね。僕は強いと思って使っていたので、これは意外でした。この調整によりアニヒラスやオンスロートをも破壊することができます。こう見えて様々な使い方があるので、使いこなせば必ず力になってくれます。例えば3ターン目にプレイして高パワーカードを呼び出し、4ターン目にシャンチーで破壊することができます。コスモと合わせてデメリットを消すのも有効です。あえてアーマーのロケーションでプレイし、相手の盤面を埋めるなんていうのも面白いですね。マキシマスと合わせて高パワーを出し、プロフェッサー X でロックダウンするのも良さそうです。デメリットは大きいですが、皆さんにもぜひ使ってほしいですね。最後はパニッシャー、パワーが2から3に上昇しました。かなり前から弱すぎると話題でしたが、ようやく強化されましたね。相手が4枚のカードを出していればパワーが7となり、キャプテンアメリカよりもパワーが1高くなります。とはいえロナンと同じくパワーの高さが相手依存なので少し使いづらいですよね。パニッシャーはシリーズ1のカードなので、初心者の方が使うカードなんですよ。ですので下手にテキストを複雑にすることもできず、調整が難しいんです。パワーの高さは相手のデッキに依存するので使いにくさはありますが、初心者帯で使う分には十分強いカードだと思います。シリーズ 1,2 の永続デッキはかなり強いので、カードが揃うまではパニッシャーを採用しても良いでしょう。一応グリーンゴブリンやデブリーなど相手側にカードを送り込む効果と合わせて使えなくもないですが、そこまでして使う必要はないと思います。それでは今回はロケーションコントロールデッキを試しましょうか。僕好みのバランスがいいデッキですね。結構マジで強いんじゃないかなと思っています。ということで早速対戦していきましょう。アティラン、ハンド重すぎ。まあでもストームで消せればまだなんとかならなくもないか。相手がリアリティストーンでアティラン消す可能性もありますね。ダークディメンション、まあここにジェフ移動させて先行取って最終ターンアライオスみたいな手もあるんですけど、相手ここでタイムストーン使う。クリムゾンコスモス、相手もこれリアリティストーン探してるみたいな感じなんですかね。左、お、リアリティストーン引けてんじゃん。キルマジそれマジ。じゃあまあ左ジェシカ・ジョーンズいきますか。なんかいけそう感あるけどな。まあ一旦どれぐらいパワー出るか見て、ゴースト、じゃあ無理に先行取りに行く必要ないのか。ここジェフ中央移動しようかなと思ったんだけど、これが必要ないのであれば、ここメデューサマキシマス投げて中央アライオスみたいな手もあるんですよ。そうしようかな。なんか左勝てそうな気がするんですよね。ブルーマーベルとかね出てきても大丈夫だし、これはねめちゃくちゃ、うわー噛み合ったと思ったらリーチ入ってんじゃん。いいデッキだな。マジかよ。ネビュラ
ミズ・マーベルの方がいいか。これでいかがでしょう。勝てたかもしんない。どうだ。メデューサ、マキシマス、ネビュラ、ハマストン、ブルブ、よーし。いや、リーチされてマジで負けたかと思ったわ。マキシマスのせいで相手のブルブ弱え。ほんじゃまあ、勝っても負けても、これで終わりにしましょうかい。グレートウェブなんだよな。ストーブが4個ついてー。これマジで痛えな。ディープスペース面白な。これどうしよっかな。いやー、3ターン目やることないんだけど、永続2倍。アイアンマン置きたいけどね。いやー、3パス痛えな。中央ディープスペースだから、ミズ・マーベルも行きづらいんですよね。ネビュラングレートウェブ消しとこう。消して力を貸しなさい。いやー、でも暇っすね、これは。相手ロナンか？相手左にカード置きたがってるじゃん。そこを右プロフェッサー X で取るか。やらせはしない。この使い方であれば、プロフェッサー X がパワー1だろうが3だろうが変わんないからな。おいえ。相手なんですか？中央に2枚。クリスタル、マキシマス。面白。ほんなら左、ジェフプレイして、8でいいんじゃないでしょうか。ミズ・マーベルの効果は発動しません。まあ、相手が右ジェフ出してくる可能性もあるけどね。よーし。相手最終ターン右にロナン出そうと思ってたんだろうけどプロフェッサー X が閉じちまったはい、いかがでしたでしょうか。自分で組んだデッキなので当たり前なんですけど、使っててめちゃくちゃ面白いですね。今回の調整への感想もコメントにてお聞かせください。ということでご視聴ありがとうございました。